はい、皆さんこんにちは。今日もストレンジストーリー、楽しい話が聞けますよ。ストレンジハンターのタカです。今日お話しするのは、モーセの話です。モーセ、聞いたことありますか？神話に出てきた人の話ですね。その話を今日はやっていきます。旧約聖書に出てきたモーセのお墓が、実は日本にあるというのはご存知ですか？今回は石川県にある世にも不思議なモーセ伝説をもとに、モーセが宇宙人だったのではないかという話をしたいと思います。日本でもモーセが海を割った伝説、これはとても有名ですよね。じゃあモーセってどんな人だったんでしょうか？モーセは預言者であり指導者というめちゃめちゃすごい人だったんです。モーセが80歳の頃、シナイ山というところで神に出会います。当時エジプトで厳しい生活を送っていた国民を約束の地へ連れて行くため、みんなを導いてエジプトを脱出します。その道中で追ってきたエジプトのファラオから逃げるために海を割ったと言われています。まさに神のなせる見業ですね。かっこいいですね。海割るんですよ。やってみたいですよね。その40年後、モーセが120歳の時に、ちょっとこの辺りがちょっとおかしくなってくるんですけど、イスラエルのために神に従うように言い含めて彼らを祝福し、この世を去りました。モーセの墓の場所は誰も知らないと言われています。しかし、モーセの墓だと語られている場所が日本の石川県宝達清水町というところにあるんです。120歳のモーセがどうやって日本に来たんでしょうか？疑問はめちゃくちゃ深まりますよね。じゃあ現地に早速行ってみましょう。はい、到着しました。こちらが石川県のモーゼパークです。お墓の正式名称は三塚古墳、石川県の埋蔵文化財に指定されています。ここにある案内板にもモーセについて書かれているんです。モーセは天の浮舟というものに乗ってここまでやってきたと書いてあります。天の浮舟とは空飛ぶ船のことです。お墓まではかなりの山登りです。もしここに行かれる方はスニーカーで行くことをお勧めします。3つの小高い丘のような古墳があって、3つのうちの真ん中がモーセのお墓です。このモーセのお墓がある丘の上からの景色はめちゃくちゃいいです。海まで見渡すことができます。このお墓はイスラエルの方角を向いているんです。なぜこの古墳がモーセのお墓だと言われているのか。それにはある古文書が関係しています。それは竹内文書という書物です。竹内文書は神代文字で記された古代の歴史が書いてある書物です。神代文字とは古代日本で使われていたとされる文字です。竹内文書によると、今からおよそ3430年前、モーセは船で日本の能登に渡来したというのです。彼は天皇に十海石というものを献上し、天皇の第一皇女と結婚して12年間神道の修行に励みました。その後モーセは天の浮舟という空飛ぶ船に乗って宝達山を出発。シナイ山に渡り十海を世界に広めるという大役を果たしたのです。そしてモーセは余生を過ごすために再来日、天の浮舟に乗って宝達山へ訪れ、583歳で天寿を全うしたという驚きの内容です。583歳です。もう驚きの長寿ですよね。長生きにも程がありますよね。そんなに人間が生きれるわけがありません。生物学の観点から見ても、人間の寿命は120歳前後が限界だと言われています。さらに言えば、古代エジプトの平均寿命は25歳前後です。旧約聖書で書かれた120歳という年齢もありえないほどの長寿なんです。しかも120歳のモーセはめちゃくちゃ元気。モーセが死んだ時は120歳だったが、彼の目は霞まず、気力も衰えていなかった。という記述が旧約聖書にもあります。人間離れした長寿で多くの人を導いた人が、ある日突然、神からの啓示を受けていなくなった。お墓がどこにあるのかもわからない。そして、海を越えた遥か異国で空飛ぶ船に乗って突然現れ、583歳まで生きた伝説が残っている。この2つの物語をつなげると、SF 映画のような物語になりますよね。竹内文書は、実は一部に近代の言葉が使われていることから、偽物であるというのが通説となっています。なんだよ、偽情報かよ、と言いたいところなんですけども、一部に近代の言葉のようなものがあるから
全てが偽物だと決めつけるのも少々強引な気がします。モーセの墓があるコーダス山には巨人の骨が見つかった。第二次世界大戦直後には米軍のマッカーサーがモーセの墓の調査に来た。そんな話も残っています。仮にモーセの墓が事実ではなかったとしても、そう伝えるほど特別な場所なのかもしれません。このモーセの墓の伝説について、マネクマチャンネルで注目したいポイント。それは、天の浮舟です。何や空飛ぶ船って思いませんか？これ、実は UFO なんです。古代、モーセが UFO に乗っていた。すごすぎませんか？モーセはなぜ UFO に乗れたのでしょうか？その理由はめちゃくちゃ簡単です。モーセは人間じゃないからです。考えてみてください。モーセが起こした奇跡としか言えない技の数々。人間だと考えると無理がありませんか？でも、もし仮に人間じゃなかったとしたら、空飛ぶ船に乗って各地に伝説が残っていることも、海を割ったり、パンを降らせたり、そんな道具をもしかしたら手にしていたのかもしれませんね。当時の平均寿命をはるかに超える120歳、人間の限界を超える583歳まで生きていても、これは不思議ではありません。古代から UFO が地球に来ていた証拠だと考えられるものはたくさんあります。宇宙にしかない素材や UFO のようなものが描かれた絵。もしその中に真実が混じっていたとしたら、宇宙人が人々に影響を与えていた歴史があってもおかしくはありません。仮にモーセが人間だったとしても、特別な力を持つ存在であることに変わりはありませんよね。間違いなく海を割ったりパンを降らせたりした道具は宇宙人から授かった特別なものではないでしょうか。モーセが天の浮舟に乗っていた話を裏付けるような伝説が石川県にはいくつもあります。石川県には気多大社という一宮の神社があります。その気多大社を1000年以上支えてきた正覚院というところに伝わる気多湖縁起という古文書に空を飛ぶ物体が書かれているんです。さらにこの地域には UFO を連想させる伝説がいくつもあります。その代表が宗八盆伝説。その宗八盆とは石川県に伝わる開花のような姿をした謎の未確認飛行物体です。およそ300年前から語り継がれてきました。夜になると宗八盆という謎の光が人を食べるために出現し、気多大社周辺で消えてしまうというものです。なぜ気多大社周辺で消えるのか。それは宗八盆が一宮の神様に人を食べたいと願ったから、鶏が鳴く前に気多大社へ来たら人を食べてもいいよという許可をもらって、宗八盆は急いで気多大社に向かっているというんです。到着する前に神様が鶏の鳴き声の真似をして食い止めてくれるため、気多大社の周辺で消えるんだそうです。宗八盆はもともと鍋の蓋のような形の仏具の名前です。形はまさに UFO そっくりです。それが光って飛んできて人を食べるというんです。また、子供が夜遅くまで遊んでいると鍋の蓋が降ってきてさらわれるといった言い伝えがこの石川県にはあります。鍋の蓋が空から降りて人を襲うはっていう感じですけど、はい、これは UFO です。間違いありません。どちらも UFO による連れ去りであるアブダクションを思い出す言い伝えですね。伝説にも出てきた気多大社。実際に行ってみました。気多大社の裏には入らずの森という禁足地があります。気多大社の神官でさえも年に一度しか入れない聖域です。入るときも目隠しなど厳重に決められた方法に従うというんです。2019年に一度だけ一般参拝が許されたこともあります。近年においては神職や森の管理者以外で中に入ることが許されたのは昭和天皇のみです。では、入らずの森の入り口へ行ってみましょう。入らずの森の通路には藁でできたむしろが厳重に敷いてあります。これは参拝者の靴などについた外来種の種が持ち込まれないようにするためです。僕はこの入り口を見たときに距離の感覚がわからなくなるような感じに襲われました。奥行きがとてもあるのにとても近くにあるように感じる。そんな不思議な感覚になったのをよく覚えています。誰も入ることのできない神秘の森と周辺で消える UFO。何か触れてはならない秘密がありそうです。
UFO を知らないはずの時代の人たちが語っている UFO 伝説の数々。ワクワクしてきませんか？モーセが日本に来ていたかどうか、そして本当に583歳まで生きたのか。モーセの謎は深まるばかりです。でも調べてみると、石川県に伝わるいろんな伝説があったり、本当に面白い話が地元にはたくさん言い伝えられていますので、ぜひ皆さんも時間があったら足を運んでみてはいかがでしょうか。モーセが UFO で来日していた説、あなたはどう思いますか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。それでは今回はモーセのお話を皆さんにお届けしました。それでは今回もストレッチストーリーご視聴ありがとうございました。